皆さんこんにちは。キネマ51のオーナー、須田剛一です。キネマ51の、支配人関根でございます。夜はバープラスチックモデルという店をやっております。よろしくお願いします。そして本日はスペシャルゲストということで、この方をお呼びしております。テラサホークでございます。いつもお世話になってます。ありがとうございます。今日はわざわざ。とんでもないです。とんでもないです。寺澤さんは実は、昔IGN ジャパンの僕の連載のコーナーがありまして、サブカル515というのをやった時に2回ぐらい来てもらった記憶があるんですけど。そうですね。特にそのマーベルシネマティックユニバースの話を結構なんか教えてもらう立場で僕そうなんですよ。なんかね、僕いい加減なこと喋ってね、なんか1時間ぐらいね楽しかったです。ありがとうございます。めちゃめちゃ楽しくて、そうなんですよ。いろんなところでね適当なこと言ったり書いたり適当なこと言う仕事ですから僕も。今日もぜひよろしくお願いします。今回の映画はデッドプール&ウルヴァリンです。今日の映画ね説明させてもらいますよ、ただこのパンフレットだけ読むだけですけども、過激な2人がスクリーンに帰ってきた。破天荒なおしゃべり傭兵デッドプールと不死身の最強アウトローウルヴァリンが力を合わせて世界を救うというお話です。はい、この収録はですね、世界最速公開の午前中見てきた後のすぐの収録なので、そうですね。まとまってない。そうですね。喋りながら整理していく。そうしましょう。そうしましょう。これはもううかつなことは一切言えない。そうちょっと言えないかもしれませんけど、まあ最高でした。ネタバレ最高のネタバレは禁止で、まあって言っても P はつけます。あ、そうですか。はい。なのでとかは言っちゃいけない。言っちゃいけない。言っちゃいけない感じですね。はい。僕最近原作の X メンを読むようになって、クラコアあたりのいいですね。でまあめちゃめちゃ面白くて、これ面白いでしょう。いや原作がすごい世界行ってるなと思って、そうなんですよね。でまあウルヴァリン復活じゃないですか。まあデッドプールも実はうちラブコールで何回もデッドプールのゲームうちで作りたいっていう話はあちこちで言ってるんですけど、まあ全然オファー来ないんですけど、まあそういうのもあるんで、まあ将来的にゲーム作るねためもありますから、まあ絶対抑えなきゃいけませんし、好きなキャラなので、まあ今回ね初日に皆さんに見ていってもらったという、いや良かったですね。かっこよかった。やっぱりデッドプールっていうキャラクターがライアン・レイノルズがかつてこだわってね、自分もほとんど持ち出しで映画にしてるぐらいの企画にゴーサインを出さすためになんかわざと予告をリークしてみたいな話まで聞くじゃないですか。そうなんですね。それぐらい映画にしたかったっていうことでしょう。だからキャラクターとしては非常に魅力があるわけですよね。役者のこう魂が完全に入ってますもんね。と思いますね。あとはまあやっぱりそのウルヴァリンというみんな大好きウルヴァリン、みんな大好きヒュージャックマン死んだはずだよウルヴァリン。死んだはずウルヴァリン。だってローガンっていう映画がもう傑作も大好きで、これはもう大名作ですけど、名作ですよ。何でも見返せないですよ。ですね。辛くてもう泣くから。いやエンドね最後のラストシーン泣きますね。しかも今回はちゃんとこう黄色いユニフォームを着て、そうですよ。ついに漫画で見たやつ、アニメで見たやつ、ゲームで見たやつ、おなじみの。そういう意味では見たかったやつがついに見れましたからね。見られるっていうこと。これも被ってくれましたし、今回の魅力はやっぱりそこです。そこにまあ役者2人の友情もそうですし、キャラクターが完全にこうまあ一体化してますよね。そうだと思います。それこそアイアンマンのロバート・ダウニーと同じような感じで、役者ともう役が本当にもう離れないような、多分そういう存在感になってますよね。だと思います。でまあ2人とも楽しそうで。ですね。それが一番いいですよ。車の中の戦闘シーンは最高だな。そういうことですよね。なんであんなにオーデッセイをいじったのかな。本当ですね。あれ何なんですかね。何なんですかね。何のネタか分かんないですけど、まあ本当にホンダとしては嬉しいのかな。僕ちょっと素朴な疑問があって、これは寺澤さんにお聞きしたいんですけど、今回見終わってまだ謎がちょっと僕残ってて、あったじゃないですか。最後エンドクレジットの後のシーンでが出てきたじゃないですか。あれはまたマルチじゃないですか。マルチです。はい。あれまたマルチバースね。マルチ残ってるんですよ、あそこにまだ。あと彼女が。マルチバースは未だに存在するわけですよね。無数に。そうなんですよ。デッドプールは空いてましたけど、ウェイドは空いてたんですけど、まだそのどうなっちゃうんだと思って。こう無数に分岐したその世界線っていうのは未だにこう存在はそうかしてますからね。存在はしてますよね。で真ん中一本僕らもよく知ってるその
今は616という世界になるでしょうか。それが新生時間軸っていうことになっているわけですよね。でそこのところはロキがしっかりこう手綱を握っている、管理をしている。だからそこから勝手に増えたり減ったりっていうことは今原則ないことになっているから、やっぱりその最後に出てきたも、あとまああそこからそうですよね、彼女が飛ばされてしまった世界っていうのも、だからそれはどっかに一本の世界としてあるわけですね。存在をしていると。あれをどう回収するのか、回収もしないですかね。もうしないんじゃないかっていう気がちょっとしますけどね。今回のこのね一件を見ると、これ以上掘ってもっていう。いやそうですね。若者のマルチバース疲れ。スマホ疲れみたいなもんですね。マルチバース離れがいずれ起こっていくんじゃないか。ちなみに今の話はあれなんですけど、マルチバースっていうのはじゃあもう数決まってる？いや決まってはないんですよ。いくらでもあるんですよ。もう無数に存在する。そしてマルチバースのことはよく分かっていない。TVA はマルチバースを管理してるんじゃなくて過去未来を管理してるんですよね。紐のようにこうずっとつながっている。このだから時間、これが時間軸というやつが。でその中に分岐してるか。そう。岡崎さんロキを見てください。そうですね。ロキのシーズン1シーズン、ロキは本当面白いですよ。ロキはテレビシーズンなんでしたっけ？テレビシーズンです。全くここが入り口だったとしても、そこから振り返ってあれこれ見たくなるような力が僕今回あったと思うんですよ。そうですね。興味を持って。僕からですよ。本当は僕はクラコア編 X メンの原作なんですけど、まさに絶賛連載中ですよね。この話がめちゃくちゃ面白くて、壮大なんですよ。スケール感も。スケール感はね。映像が不可能なくらいではありますよね。そこに持ってってほしいなっていうのはありますね。あそこまで到達してもらえると、なんかまた全然新しいね映画のスタイルが出来上がるんじゃないかな。確かにそうですよね。マーベル・シネマティック・ユニバース、マーベル・スタジオも散々映画作ってきて、まだ本当にいわゆる X メンの物語っていうのはほぼ手つかずで、そうです大山脈がそびえ立っている、どこから手つけるかっていう話もありますし、だけど割とマーベル・スタジオは後に取っとくかなこれって思ったようなネタをいきなり出してきますもんね。そうですか。それこそだってキャプテンアメリカ今度ね4本目が来ますけど、そのウィンターソルジャーっていう映画がありましたでしょ。あのエピソードだってずっとその続いてきたキャプテンアメリカ物語があって、でかなりここの近年といっても十数年20年も経つのかしらぐらいのビッグイベントだったわけですね。死んだはずだよバッキーっていう話っていうのは。でそれはそれでその大事件だったわけですけど、映画2作目でいきなりそれやっちゃうんだって思いました。それは早かったんですね。でしかもその後また別のビッグイベントだったそのヒーロー同士の大内輪もめシビルウォー、シビルウォーが来ましたね。その次それですっていうのもなかなかこうもう惜しげなくその原作上のそのマイルストーンというか大イベントはもう映画やっちゃうでやってきますから、じゃあそれは楽しみですね。だから X メンにいよいよ手を伸ばすにしてもいきなり仕掛けてくる可能性が大いにある。じゃあ例の火星編やっちゃうかもしれないですよね。X メンって結局地球っていうかあるじゃないですか。で人間とミュータント共存できないみたいな熾烈な戦いがあるんですけども、もうそれをじゃあ僕ら火星行きますって言って火星を住めるとこにしちゃったんですよ、X メンたちのパワーで。で火星の、主は私たちだ X メンだっていうふうになったんですね。ストーリーがそっちに行ってるんですよ今。人間対ミュータントはもう根底にありますけどね、いやいやもう地球はもういらないと。で今火星を育てるからそうでたまに地球に貿易に来ますよみたいな感じで、政治の世界ももちろんありますし、そこまでいってるんですよ。だからそこをね映画でやるかどうか。そこにアクションの要素はあるんですか？その火星開拓。ありますよ。いろんな敵がいますから。なるほど。とはいえね X メンミュータント殺そうとしてる連中まだまだたくさんいるんで。そうなんです。原作でも寺田さん実際デッドプールって X メン落ちたりとかアベンジャーズ落ちたりとかしてるんですか？
でなんかまあアベンジャーズには出たり入ったりしてますよね。一応入れたりもするんですね。で実際まあキャプテンアメリカに大いに憧れてとかっていうこともあったし、もうそれねあるんでベースにあるんですね。ありました。デッドプールのコミックシリーズっていうのが始まったのがいつだろう、もう結構本当に20年前ぐらいだったと思うんですよ。でそれがすごく楽しくてね、毎月楽しみに読んでたことをよく覚えているんです。で50号か100号ぐらいで終わっちゃうんですよね、1回ね。でももういつ打ち切りになるか分かんないような緊張感の中でああいうキャラクターが本当に存分に描かれ、なおかつ本当になんかね、世界を救うか救わないかみたいな瀬戸際に立たされて。なんかってすごく感動的な物語だって記憶をしてます。でその後もまあもちろん人気がある、人気がまた復活してずっと続いてはいるんですよ、毎日までね。なんですけどあの頃はすごく良かったなと毎月追いかけて読んでましたね。そうなんですね。結局 X メン入れずに X フォースですもんね。まあメインの種族自体はそうですそうですもんね。でもまあ一時期に昔に比べればもう随分いろんなところでね、コミックではねもう入って活躍してますもんね。そうですよね。便利だと思うんですよ、なんかね。明るいし。はいそうですね。ムード変えてくれますよね。ムードチェンジャーですからね。そう。だからそういう時ってなんかこのオーディエンスに話しかけたりとかっていうそうメタ的な発言をしてもコミックはうまくしたもんで、周りの人は何言ってんのこの人っていう扱いになるんですよ。だからさっきの話、映画においても観客にそのデッドプールが話しかけていても周りのヒーローたちはこの人は何をしているんだろうっていうそういう処理になっていくのかもしれませんね。ネタ使ってるのかそこまでね早かったですね。早かったですね。すごいなの憧れがほとばしってますよね。荒くれ自動車軍団の中にちゃんとの空飛ぶ車が混じってて、そう4がありましたね。あれそういうことですか。4って数字なんであれだけ書いてあるんだろうと思ったの。空飛ぶ車なんですよ。なるほど。ああって言いました。それは流用してるって設定なんですかね。流用してるんでしょうね、きっとね。乗ってきたみたいなことなんでしょうね。多分ね。取り上げられたのか。取り上げられた。なるほど。わかりませんが。あとあれ。最後の20世紀ボクサーありがとうっていうまとめ、まとめあの中に2016年だったかな、もう2コマぐらい入ってましたね。そうなんですか。もう一つのジョッシュ・トランク監督っていうね、クロニクルっていう映画でもうなんかクロニクルの監督なんですか。そうですよ。春英ね、もう新たな才能、若き才能っつって任せたっつって途中でクビになるみたいな。それに1枚噛んでたのがサイモン・キンバーグっていう、それこそ X メンの映画シリーズ後ろの方、ダークフェニックスを監督したのもキンバーグかな。元は脚本家かなんかで、その後プロデューサーとして結構のした一時期ブイブイ言わせた男がいるんですよ。ほんでキンバーグがどっかのコミコンかなんかで「このお前とジョッシュ・トランクこいつは才能あるよ」って「こいつにもう全部俺任せっから」みたいなすっごい言ってたんですよ。そしたら結構そのジョッシュ・トランクがやっぱ若いし、その対策でうまくいかない会社と揉めてみたいな、現場でもうなんか結構ソース感を食らったりなんかして、そしたらそのキンバーグがフォックスに電話入れて「トランクやばいっすよ」あいつもちょっとこれマジ最低じゃないですか。あいつすごいっす。で一時期はキンバーグはなんか「スター・ウォーズ」にも絡んできてたことがあって、さすがに最近名前聞かないですからね。もうさすがにもうバレたんでしょうね。あいつお前が一番悪いじゃんみたいな。やらかしたの。多分何年後かに戻ってきますよ、そういう人。ダークフェニックスは大体そういう人たちは何年か戻ってきます。そうか、周期で戻ってきますから。なんだかんだ結構世渡り。そうなんですね、そういう人たち人たらしですから。そうだね、ビッグマネーを掴んでくるんですね。でもファンタジー4のそのリブートは寺さん見てるんですね。見ました。見てる人初めて会いました。これすごかったんですよ。僕ウィキペディアで見て初めてこんなのあったのみたいな。新宿の東宝の一番でっかいところで試写をやるんで、ぜひ来てください。必ず来てください。絶対来てくださいって言われたんですよ。で行ったんですよ。
そしたらいろいろこうライターとかそのいわゆるインフルエンサーみたいなやつがいっぱいいて、そしたらなんか司会の人出てきて「さあ今日は皆さんありがとうございました」っつって「でなんか今日はアイドルの誰それさんと」っつって「どうでしたか今日の映画すっごく面白かったです」とか言って「じゃあ皆さん」とか言ってこれからなんとかさんと一緒に写真を撮りましょう」って言われて「はい立ってください」って言って。ファンタスティック4みたいな感じでよくあるやつですね。CM 写真撮られて、俺絶対立たない。ファンタスティック4といえば続編決まってるじゃないですか。続編じゃないリブートですか。リブートですね。役者も全部決まって、ペドロ・パスカルも含めて、まあいい役者さん揃えてますから、ここは楽しみですよね。しっかりね。そうですね。生産。でもわかりませんよ。あれマルチバースに。今回帰ってきたウルヴァリンだって別に厳密には。そうですよね。墓のやつはだってね、もう完全に別ですもんない。落ちんでますからね。そうですよ。オープニングドア玉どうでした？軽快な音楽で踊りながら倒すじゃないですか。ただね、やっぱり僕はローガンというね。作品にね野暮なことを言うようですしね、それはもう分かるんですよ。もうやるんだったらこれぐらいやるかっていうその気持ちは分かるし買うんですけどね。ただやっぱりちょっと内心複雑なものがありますよね。墓掘ってね、墓掘って暴いてローガンこの後見れないですもんね。そうです。ローガンのエンディング見た後にこの後あいつ来ておられるんだってね。涙も枯れてきますね。せっかくね十字架を X マックスにしてそう。いやもうあのシーンなんてもね、いやもうやばかったですけど。でもローガンのお墓が僕たちがローガンという映画で見たローガンのお墓であるともまた限らない。極めて似たようなそうですね。シチュエーションのちょっと違うマルチバースのことと考えて我々のその涙を流したローガンのお墓はどこかに手つかずであるとっていうね思うことをしましょう。そうしましょう。そうですね。今の話を聞きながら思ったんですけど、どんなことを言ってもどんなことを感じてもマルチバースって言われたら全てがスッと全て落ちてくるっていうことになってくるとですね、例えばアベンジャーズに不死身の男が入るっていうことはどうなんだろうって話も含めてですけど、だんだん感動しなくなってくるような気がするのがちょっと怖いなという。まあそれはそうですよね。ただあれですよ、ファーストシーンは最高に良かったですよ。すごくかっこよかったし、その前の位置によりそこを見せるんだっていうことに注力したっていうのはすごく分かったし、こっからこれが始まるんだなっていうワクワク感はすごかったですよね。確かに。この人が出るんだっていうのはねが出てきたんですよね。出てきた。出てきてだと思ったらだったんだってね。こっちみたいな。あれはまあうまかったですよね。そうですよ。あれはもうまあびっくりしました。劇場も結構どよめいた感じがしたんで。長州かと思ったら。いやそう長州かと思ったら。健介だった。そうですよ。例えうまいそうなんですよ。イースターエッグの面白さはそうですね。なんかあるだろうなと思ってもう見に行くじゃないですか。みんな楽しみにして、それはもう美味しく食べて食べさせてもらいました。確かにね、亀を無駄遣いっていうか贅沢遣い、亀をひどい目に遭わせるっていうのは前作からのね伝統でしたもんね。ブラピもそうですね。一瞬見えるだけでブラッドピットとか死んでいくっていう、それももうシリーズのお約束。お約束ですね。でここからいわゆるアベンジャーズっていうものが控えてるじゃないですか。またアベンジャーズが再結成されるんですよ。映画としてももう発表されていて、そうなった時この2人は悲願のアベンジャーズ入りをするのかどうかなんですよ。そこを寺澤さんどう思います？死んでも死なない男たちで、そのうち一人はその第4の壁を破って、これまあ映画だから、これ漫画だからっていうことを自覚している。そうですね。そういう人たちまで確かに
含んだ時に、俺たち真面目にアベンジャーズが地球の危機を救うっていういつ誰が死ぬかわからないスレスレの戦いをするわけですよね。多分ね。そこにこう成立しないですね。成立しないと思うし、緊張感が全てなくなりますよね。だから2人は2人で、もう何度か珍道中を見せてくれれば、たまに助けに来たりとかぐらいでいいんでしょうね。なんかそういうことでいいんじゃないかなと思いますね。ただまあビッグスターじゃないですか、もうこうなってくると。この2人抜きでアベンジャーズがね成立するのかどうかもちょっと心配なんですよね。まあね。ビッグスターがもう今ねほぼいない状態なんですよね。ああ、なるほど。ただ僕もそう思う時はあるんですよ。でやっぱりそのマーベル・シネマティック・ユニバースフェーズ4とぶち上げて、そこでやっぱりその次世代のこうスターをみたいなの看板一枚看板貼れるような育てていくんや境みたいな感じだったと思うんですけどまあだけどなかなかどうなんだろうとか思いつつ大丈夫なのかなとか思いつつ、ただ MCU フェーズ1なんて頃を思い出してみればですよ、それはアベンジャーズだって一夜にしてならずという話であったわけで、あの頃僕たちはよく飲み屋でそうの単品の映画とかやんのすげえなみたいな、大丈夫なの大丈夫か俺本当にそう、俺は行くけどそれはもうじゃあ走っていくけどさ大丈夫なのかなみたいな、キャプテンアメリカ大丈夫みたいな、俺たちは知ってましたけどね、それを散々漫画読んでゲームやって、でも世間的には大丈夫なのか、大丈夫だったじゃないですか。だからそれはやっぱり一人一人ちゃんと育てて、そうか、もう実績ありますからねっていうことを考えれば、やっぱりまあそこはそういう実力はもちろん折り紙付きなわけで、スタジオとして。そっか、こっからだから20年がまた楽しみですよね。20年サイクルですよね、きっとね。10年20年多分それぐらいのことはね考えてますよね。はい、というわけでですね、実はこのキネマ51はですね、まあこのうちの YouTube チャンネル、ガソッパーの YouTube チャンネルだけじゃなくて、もともと4ゲーマーというゲームのサイトがあって、そこで連載をしてたんですね。それがなんと復活をします。ここから。はい。なので、この映像だけじゃなくて4ゲーマーの方でも皆さんぜひチェックをしてください。はい。で今日のゲストは寺澤ホークさんでした。どうもありがとうございました。またです素晴らしいお話を聞きまして本当ありがとうございます。ありがとうございます。またぜひぜひぜひマーベルの時は必ずまあヒーローものはね DC もそうですけども、ありがとうございます。次はジェームズ・ガンのね今度は DC が来ますから。はい、苦い顔してますね。いろいろたっぷり。一応僕はジェームズがちょっと知り合いなので、はい、その時ぜひ来たいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。いや好きですよ。いろいろ複雑な。いろいろ複雑なね、僕もありますもちろん。好きだからこそのね。そうそう面白かったらフラッシュどうしてくれるんだみたいなね。はいはい。はい。